ザ・シークレット。あなたも秘密を知る時が来ました。本書をあなたに捧げます。この秘密があなたの全存在に愛と喜びを与えますように。あなたはこの秘密を知ることにより、幸せや健康、富など何でも手に入れることができます。あなたがなりたいもの、やりたいこと、欲しいものがすべて手に入ります。私たちは自分が選ぶものすべてを手に入れることができます。その大きさは関係ありません。あなたはどんな家に住みたいですか？あなたは億万長者になりたいですか？あなたはどんな事業をしたいですか？あなたはもっと成功したいですか？あなたが本当に欲しいものは何ですか？これこそが人生に成功をもたらす偉大なる秘密なのです。過去の権力者たちはこの秘密を知っていましたが、それを人々に隠して独占していたのです。一般の人々はこの秘密を知らずに、毎日職場で仕事をして家に戻る単調で退屈な日々を過ごしていました。この秘密を知っていたのはほんの少数の人たちでした。その秘密とは何か。私たちは誰もが無限の力を使って働いています。私たちの誰もが全く同じ一つの法則に導かれているのです。この宇宙の自然法則はとても正確に働きます。世界中のどこにいようと私たちは一つの力で動かされています。たった一つの法則です。それが引き寄せの法則です。その秘密とは引き寄せの法則だったのです。人生であなたに起きていることはすべてあなたが引き寄せています。あなたが思い、イメージすることがあなたに引き寄せられてくるのです。それはあなたが考えていることです。あなたが考えていることがあなたに引き寄せられてくるのです。引き寄せの法則は、類は友を呼ぶと言っています。ですから、あなたが考えていることと似た思考を引き寄せます。あなたが今までに体験した例をもっといろいろと思い出してみましょう。自分が不安に思っていることを考え始めたことはありませんか？そしてそれを考えれば考えるほどひどく思い詰めてしまったことはありませんか？それはあることを持続的に考えていると引き寄せの法則が作動し、似た思考がどんどん引き寄せられてくるからです。数分でそれに似た不幸な考えが次々と浮かんできます。そして状況がさらに悪化していくように感じられてきます。それを考えれば考えるほど心が乱れてしまうのです。あなたの現在の人生はあなたが過去に考えたことの反映です。あなたがこれまで一番長く思っていたことを引き寄せるので、あなたの人生であなたが何を一番深く考えてきたのかがわかります。もしも悪いことを引き寄せてばかりいたとしたら、もうそういうことは起こりません。なぜなら、あなたは今この秘密を学んでいて、この知識を使えば全てを変えることができるからです。欲しいものをしっかりと頭の中で考えることができれば、そしてほとんどそればかりを考えていることができれば、あなたはそれを人生で実現することができます。あなたが考えると、その思いが宇宙に放射されます。そしてそれはまるで磁石のように似た周波数のものを引き寄せます。発信したものすべてが発信源に戻ってくるのです。そしてその源がまさにあなたなのです。豊かな生活をしている自分をイメージすると、引き寄せの法則が力強く働いて、自分の人生を意識的に決めることができます。それほど簡単なことなのです。しかし、それではなぜ人々は夢見た生活を送っていないのだろうか、とすぐに疑問が湧き起こるでしょう。ここが問題です。人々が自分の欲しいものを手に入れていない理由、それは欲しいものよりもむしろ欲しくないものを考えている時間が長いからです。自分の思いとか発している言葉に注意を向けてください。引き寄せの法則は完璧で少しの間違いも起こしません。あなたが何か欲しいものに意識を持続的に集中させると、
宇宙はその最大の力でその欲しいものを呼び寄せます。ただ残念なことに、否定形かどうかまで引き寄せの法則は判断できません。否定形の表現をしてもそれを引き寄せてしまうのです。否定形の言葉を発しても引き寄せの法則は次のように解釈します。変なヘアスタイルにしてほしくない。変なヘアスタイルにしてほしい。仕事が多すぎて全てをこなせない。仕事がもっともっと来てほしい。風邪をひきたくない。風邪をひきたい。もっとひきたい。というように。引き寄せの法則はあなたが一番強く思い描いていることを実現してしまいます。それだけです。今考えていることがあなたの未来を作ります。あなたは自分の人生を自分の思考で作り上げているのです。そしていつも思考しているということはいつも想像しているということになります。あなたが一番集中して考えること、または一番関心のあることがあなたの人生で実現していくのです。今あなたは最も素晴らしいあなたを想像することができる知識を受け取っています。最も素晴らしいあなたはすでにそのような周波数の波動上に存在しているのです。自分が何になりたいのか、自分は何が欲しいのか、自分が何をしたいのかを決めてください。そしてそれらが本当の願望かどうか再検討し、その周波数を発すればいいのです。そのイメージした姿がまさにあなたの人生となります。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回はザ・シークレットという本をご紹介します。皆さんは以前読んだ本をもう一度読みたくなる時ってありませんか？いやね、僕にもそんな本があって、ずっともう一度読みたい、紹介したいって思っていた本があるんですよ。そう、それがこのザ・シークレット。本書をご紹介したのは2年ほど前になりますが、この誰も知らない秘密の扉を開けるような独特の空気感は唯一のものですよね。ハピケンも以前とは紹介の仕方が少しずつ変わってきていますし、僕の引き寄せの法則への理解度も当時とは違うと思いますので、ここでもう一度ご紹介してみようと思ったんです。本書の著者、ロンダ・バーンさんが書かれたザ・シークレットシリーズは全世界で3400万部の大ベストセラーです。ということで、今回からこのザ・シークレットシリーズ6冊をまとめてご紹介していこうと思います。引き寄せ力強化月間の始まりです。そういう意味でも今回は全ての原点であるザ・シークレットを楽しんでいただければです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。わかりやすい秘密。今あなたは次のどちらを信じるかを選ぶことができます。不幸なことに遭遇するのは運が悪いからであって、いつだって悪いことは起こりうるのだと信じたいですか？たまたま運が悪くて自分は不幸な場所に居合わせてしまうのだと信じたいですか？それともそれとは逆に、あなたは自分の人生は自分自身で想像しているのだと知り、それを信じますか？自分の人生にはいいことしか起こらない。それは自分がそう考えているからだと知り、そう信じますか？さあ、どちらでしょうか？あなたがそのどちらかの考えを選べば、あなたは自分の人生をまさにあなたが選んだように体験するのです。この秘密を知らないと、人生には起こってほしくないことが起こるものなのだとつい思ってしまうのです。しかし、それはただ私たちが自分の思考の偉大な想像力に気づいていないために起こっているのです。でも、それを初めて聞く人は、それでは自分の思考をいつも監視していなくてはならないのですか？それは大変な労力だ
と感じるかもしれません。自分の抱く思考をすべてモニターすることは不可能です。研究者によると、人は1日約6万回思考しているということです。それをすべて制御しようとしたら疲れ果ててしまうでしょう。幸い、もっと簡単な方法があります。それは私たちの感情です。感情は私たちが何を考えているかを教えてくれる鍵なのです。あなたの思考があなたの放射する波動の周波数を決めています。そしてあなたの感情があなたがどの周波数と同調しているかを立ちどころに教えてくれるのです。気分が悪い時にはより悪いことを引き寄せる周波数に同調しています。すると引き寄せの法則によりあなたの気分をもっと悪くさせる事態があなたに返ってくるのです。あなたの気分が良ければそれはあなたがいい思考を抱いている証拠です。その時あなたは正しい道を歩んでいて力強い周波数の波動を放射しています。そしてそれがさらにいいものを引き寄せます。気持ちのいい瞬間を捉え、それをもっと充実させましょう。あなたの気分が良ければ、それはより良いものを引き寄せているのだということに気がついてください。あなたの気分はあなたの周波数を知らせてくれるメカニズムなのです。秘密の使い方。あなたは創造者です。引き寄せの法則を使ってあなたの願望を実現するために、次の3つの簡単な方法を教えましょう。第1段階、お願いする。第1はお願いをすることです。宇宙に命令を出してください。あなたが欲しいものを宇宙に知らせるのです。すると宇宙はあなたの思いに応じてくれます。あなたが本当に欲しいものを選択してください。それがあなたの役目です。それが明確でないと、あなたは複数の周波数を放射し、結果として混乱したものしか引き寄せません。こんなことは人生での初体験かもしれませんが、あなたが人生で何が欲しいのか、いろいろと試してみてください。今やあなたはなりたいものになれるし、欲しいものを手に入れることができるし、望むものは何でもできることを知ったのです。何の制限もありません。あなたが一番望んでいるものは何なのでしょうか。これは本当に楽しいことです。宇宙がまるであなたのカタログになったようなものです。あなたはそのカタログをめくりながら、この経験がしたい、あの商品が欲しい、あのような人が欲しいというようなものです。あなたが自分の注文を宇宙に対して出すのです。それほど簡単なことなのです。第2段階、信じる。それをすでに手に入れたと信じなければいけません。あなたが欲しいものをお願いした瞬間に、あなたがそれを手に入れたと知る必要があります。あなたは全幅の、かつ確固とした信頼を寄せなくてはなりません。もしあなたが実際にインターネットでショッピングした時には、それが届くことを知っていて、リラックスしていつも通りの生活を続けるでしょう。あなたが見えない世界にあるものを入手したいとお願いし、すでにそれを入手したと信じ、そして知った瞬間に、宇宙全体が変化して、それを目に見える世界に持ってきます。あなたは今それを受け取ったように行動し、口に出し、思考しなくてはなりません。それはなぜでしょうか。つまり、宇宙は鏡なのです。引き寄せの法則はあなたの思いを鏡に映し、それを返してくるのです。あなたは旅行を予約したり、新車を注文したり、住居を購入したりするとき、それらが自分のものになることを知っています。もしも宝くじに当たったとか、多額の遺産を受け取ったとかしたら、そのお金をまだ実際に手にしていなくても、それがあなたのものだと知っています。それがすでに自分のものだという感覚です。このすでに所有している、すでに受け取りましたという感覚こそが大切なのです。すでに自分のものになったと信じ、かつ感じながら欲しいものをお願いしてください。すると引き寄せの法則が働き、あらゆる状況、人々、出来事を力強く動かし、それをあなたが受け取れるようにしてくれるのです。
あなたがそれを持っていると信じることが最大のパワーなのです。あなたがそれを受け取ったと信じたときに魔法が始まります。それがどのようにして起こるのか、どのようにして宇宙がそれを実現してくれるのか、あなたが気にかけたり心配する必要はありません。それは全面的に宇宙に任せましょう。それがどのように起こるのかを思案すると、それをまだ持っていないという周波数を放射してしまうのです。あなたは自分が何かをしなくてはならないと考え、宇宙がしてくれるとは思いもよらないのです。つまり、あなたは自分の手で実現しなくてはと考え、宇宙があなたの代わりにやってくれるとは信じていないのです。ほとんどの場合、自分の要求したものがなかなか見えてこないので、私たちはイライラしたり落胆したりします。そして疑い始めます。しかし、その不信はさらなる落胆を引き寄せてしまうのです。その疑いを払いのけて気分転換しましょう。その感情に気づいたら、確固とした信頼に変えましょう。それはすでに私に起こりつつあるのだ、というように。第3段階、受け取る。第3、つまりプロセスの最終段階ですが、それはあなたの望むものを受け取ることです。それを素晴らしいと感じてください。それが一旦自分のものになった時の素晴らしさを実感してください。そしてそれを今感じてください。一度お願いし、それを受け取ったと信じ、その後気分を良くしていると、実際にそれを受け取れます。素晴らしいと感じれば、それを受け取る周波数上にいることができるのです。あなたに向かってやってくる素晴らしいものと同じ周波数上にいるからです。それをあなたが受け取って素晴らしい気持ちを味わうためにお願いをしたのです。ですから、その気持ちを感じ、気分のいい周波数に同調しましょう。そうすれば、それを受け取れます。この周波数上に乗る一番早い方法は、私は今それを受け取っています。人生の良きものすべてを受け取っています。私は今それを受け取っています。ということです。そしてそれを感じてください。それをすでに受け取っていると感じてください。引き寄せの法則を研究、実践するということは、何をすると今それを実際に手にした気分になれるかということがわかることなのです。家が欲しければ、その家で使うものを買いなさい。そしてその家に実際に入ってみてください。車が欲しければ、まずその車に試乗してみなさい。今、それを手にした気分に浸れることをして、さらにその気持ちを覚えておきましょう。その気分になれることは何でもしてみると、それが引き寄せを実現するのです。あなたが磁石で全てのものを引きつけていることを忘れないでください。自分の頭の中で欲しいものを明確にすると、それを磁石のように引きつけます。同時にあなたもそれに向かって磁石のように引きつけられます。あなたは無から始めて、道なきところに道を切り開くことができます。夜走っている車を想像してください。ヘッドライトの照明はせいぜい60メートルくらい前しか照らしません。でも、目の前の60メートルが見えさえすれば、カリフォルニアからニューヨークまで暗闇の中を運転していきます。人生はそのように私たちの目の前に開けていくのです。その次の60メートルも、またその次の60メートルも見えてくると信じていれば、あなたの人生も次々と開けていきます。あなたが望みさえすれば、どこにでも真に希望する目的地に導かれていくのです。秘密とあなたの体。では具体例として、体重オーバーで減量しなければならないと思っている人のための想像のプロセスの使い方を見てみましょう。減量に意識を集中すると、もっと減量しなくてはならなくなることを引き寄せます。ダイエットが成功しないのはそのためです。減量しなくてはいけないという気持ちを捨てましょう。減量に意識を集中していると、減量しなくてはならないもの、つまり体重を永遠に引き寄せてしまうのです。2人の娘を出産した後、私は太りすぎていました。特に2番目の子供を出産した後に、
体重を減らすのは難しいということを見聞きしました。そういう太った考えがその類のものを引き寄せた結果、自分が太ってしまったのです。小さかった私の体はずっしりと重い65キロになってしまいました。多くの人が太る原因は過食だと信じています。しかしその考えはためにならないばかりか、私に言わせると間違いです。体重が増える原因は食事ではありません。思考が全ての原因だということを思い出してください。思考を呪縛から解き放ちましょう。過食があなたを体重オーバーにすると思わなければそうなりません。自分に最適な体重を想像のプロセスで引き寄せるには以下の手順を踏んでみてください。第一段階、お願いする。自分の望む体重を明確にします。その最適な体重になった時に自分がどんな姿になっているのか、そのイメージをしっかりと持ちます。完璧な体重の時の自分の写真があれば手元に置いて、それをいつも見ましょう。さもなければ、自分が理想とする体型の人の写真を用意して頻繁に眺めましょう。第2段階、信じる。あなたは自分は希望通りのものを受け取ること、そしてすでに最適な体重になったと信じなくてはなりません。あなたはすでに体重が理想的になったと想像し、そのように振る舞うことが必要です。それになりきるのです。理想的な体重になれた自分をイメージできなくてはなりません。自分の理想とする体重を書いて体重計の目盛りの上に貼ってください。実際に体重計に乗ってはいけません。あなたがお願いしたことと矛盾することを考えたり、話したり、行動したりしてはいけないのです。また、現在の体重に合う洋服を買わないでください。最適な体重に合う洋服に焦点を合わせてください。最適な体重を引き寄せることは、宇宙のカタログを見てそれを注文するのと同じことなのです。カタログを見て最適な体重を選び注文してください。するとあなたのもとに最適な体重が配送されてきます。あなたが理想としている体重の人を探すようにしましょう。そしてそういう人を見たら心の中で称賛しましょう。理想的な人を見つけ出し、彼らを尊敬し、自分もその人になった気分を感じてみましょう。そんな気分を自分に引き寄せるのです。体重が多すぎる人を見てもじろじろと観察したりしないでください。すぐに頭を切り替えて自分の完璧な体を想像してその喜びを感じるようにしましょう。第3段階、受け取る。あなたは爽快な気分でなくてはなりません。あなた自身について気持ちよくなることです。今、自分の体について満足していなければ、理想的な体を引き寄せることはできません。自分の体について批判的で欠点ばかり見つけていれば、自分の体を変えることはできません。むしろ、さらに体重を引き寄せてしまうでしょう。自分の体のすべてを賛美してください。自分の体の中で完璧な部分を探してください。あなたは自分について満足し、自分を素晴らしいと感じ、完璧な思いを持てば、理想的な体重と同じ周波数の上に乗ることができます。そして完璧な自分を引き寄せることができます。私の体重に関して言えば、私は何でも好きなものを食べながら53キロという完璧な体重を維持できています。ですからぜひ自分の理想的な体重に焦点を合わせてください。達成までの時間。あなたの欲するものを宇宙が現実化するのに時間はかかりません。時間がかかったと感じるのであれば、それをすでに手に入れたということを信じ、理解し、感じるのが遅れているということです。大切なことは、あなたが欲しいものと同じ周波数に同調することです。その周波数に同調すれば、あなたの欲しいものは出現します。宇宙には時間も大きさもありません。1ドルも100万ドルも現実化するのは同じように簡単です。全く同じプロセスでありながら、一方が他方より時間がかかるのではないかと考えるのは、ただあなたが100万ドルは大金で1ドルは大した額ではないと思っているからです。
人によっては小さいものの方が簡単だったりします。ですから、例えば一杯のコーヒーといった小さなものから試すことをお勧めします。今日一杯のコーヒーを引き寄せようと決めてください。引き寄せの法則を自分の目で確かめるには、小さなものから始めるのが一番簡単です。それを試した若い男性の例を挙げます。彼はザ・シークレットを見て何か小さなものから始めようと決心しました。彼はまず頭の中で一枚の羽を思い浮かべました。もしもそれが出現したら引き寄せの法則が作用したとわかるようにしたのです。2日後に彼はニューヨーク市の高層ビルに入ろうとして、ふと足元を見下ろすと、なんと羽があるではありませんか。その瞬間に彼は微塵の疑いもなく、見事に引き寄せの法則が作用していることを知ったのです。彼は思考の力で自分自身に何かを引き寄せることができる驚異的な自分の能力に気づいたのです。それを機に彼は引き寄せの法則に全幅の信頼を寄せ、次の機会にはより大きなものを引き寄せるようになったのです。あなたは今、人生の分岐点に来ています。その理由は、あなたは幸せになっていいのですよ、というささやきがあなたの中から聞こえているからです。あなたはこの世に何かをするために生まれてきました。何か価値を与えるために生まれてきたのです。ただ、昨日より少し大きく、少し良くなること。ただそれだけでいいのです。地球はあなたのために回っています。鳥たちはあなたのために歌います。太陽はあなたのために昇り沈みます。星はあなたのために輝きます。すべての美しきもの、あなたの体験する素晴らしいことは、すべてあなたのためにそこにあります。周りを見回してください。あなたがいなければ何も存在できません。あなたが今まで自分を誰だと思っていたかは関係ありません。あなたは今、自分が本当は誰なのか、真実を知ったのです。あなたは宇宙のマスターです。あなたは完璧です。今あなたは秘密を知っているのです。あなたに喜びがもたらされますように。今回もプロローグデータのご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか。改めてこのザ・シークレットを読み返してみると、引き寄せの法則の原点だなって思わされます。特に引き寄せに関する情報や知識をあれこれ得てから読み返してみると、あ、そういうことを言っていたのかっていう気づきがたくさんあるんですよね。本書は秘密を知る人物が次々と語っていくスタイルで展開されていくのですが、その構成も相まって以前は少し分かりにくいなという印象があったんです。でも今改めて読んでみると、その読みづらさはどこかに消えていて、むしろ読みやすいし分かりやすく感じるんですよね。再読の楽しさを改めて感じさせてもらえる本だと思います。何度読んでも新たな発見と気づきを得られる秘密が詰まった本。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド見つかりました？ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。